ご視聴ありがとうございます。パソコンが全然直りません。動画の作成が進まないっす。今回はラチェットドライバー紹介したいと思います。お家の中で道具を貸せと言われた時、1、2を競って求められるのはドライバーだと思います。今でもプラスネジ使われているところは多いっすよね。で、その際にこのラチェットドライバーにプラスビットつけてお渡ししますと素晴らしい評価をいただくことが多いです。グリップを握り直さなくてもネジを開け閉めできる使い勝手の良さが好評の決め手なよう、片手で対象を押さえながらもう片方の手でネジを締め付ける時など便利に使える道具ですね。私使ってますのはディーンさんのとベッセルさん、それからアネックスさんの、それぞれ特徴があって面白いです。ディーンさんのは今風な感じです。ぺったりとしたグリップは力を入れやすく、洋梨型の握りやすい小ぶりなフォルムとなってます。ギア数は72枚。空転トルクは軽いというよりも柔らかいという印象です。使用方向の切り替えは銀色のダイヤル部分で行います。一番の特徴としてシャンクの部分が引っこ抜けまして、ボディ側は渋位置のスクエアとなってます。スナップ音や SK さんと同じ形っすね。これのメリットは何なんでしょう。剛性の高さかな。ただドライバーですからそこまでトルクかけることもできません。正直ちょっとわかんないですね。普通の渋1ビットと比べてバチバチに優れていると感じたことはないですが、面白いシステムだと思っています。円数さんとかガジェット好きならグッときそうなポイント。シャンクは長さ違いやどちらも渋1を押すのオプションも販売がされていまして、様々作業に対応することが可能です。感じているネガとしては、シャンクをつまんで早回しが若干やりにくいかと感じます。ダイヤル部分がでかいので、シャンクをつまみに行くとここに引っかかってしまいまして、私の小さな手にはちょっとつらい。あとは重さっすかね。サイズの割にずっしりときます。パワー系の道具という印象が強く、手の中にすっぽり入る大きさですからそこまで気になるでもありませんが、持ち運びで軽さを求めたりする場合には向かないかと感じます。続いてはベッセルさんのスタビーラチェットドライバー。見た目からわかる通りに非常にオーソドックスなアイテムです。一番の特徴はそのリーズナブルさでしょうか。私は600円くえんくらいで買いました。2024年現在も700円くらいから売っているのを見かけます。気軽にラチェットドライバーを試すことが可能です。しかしリーズナブルでもギア数はしっかり72枚だったり、シャンク手前が太くなっていて指でつまんで回しやすくなってたり、ポイントは抑えた作りとなってます。ネガとしてはグリップが硬質なのと形からなのか、握り込むと手のひらが痛いっすね。大きなトルクをかけたくはありません。それから切り替えダイヤルが若干操作しにくいです。片手でやるにはちょっと硬い。やれないことはないんですけど、たまにストレスを感じます。持っている中では私にとって少し苦手な部類に属する道具で、主には家の中での軽作業で使ってます。しかしこのお値段は魅力的。とりあえずラチェットドライバーがどんなものか試したい場合にはおすすめしやすい道具となってます。3つ目はアネックスさんのナンバー397、ボールグリップタイプのラチェットドライバーです。全長は 90mm、 ボール部分の径は 42mm。 他と比べるとちょっと大きめっすね。早回しのしやすさとガタの少なさが特徴です。指でつかめる部分が長く太いので単純につまみやすく、ボール部分を手の中で握り込んだ状態でしっかりトルクをかけてネジを緩めた後に全く握り直すことなく早回しをすることが可能です。ガタについてはこんな具合。ビットの差し込み部分というよりもギア部分のガタが小さいので扱いやすいです。ギアのガタって使ってみるとビットの差し込み部分よりも気になるものでして、このアネックスは使用感の良いものとなっています。全長を長くして使っていることが多いです。150mm のシャンクに加えてスローキーのトルクアダプタも足していますので、全長は 265mm にもなってますが、この形が使いやすいですね。ちなみにこのトルクアダプターもおすすめな製品。設定トルクになりますと空回りをしてくれる優れものです。アネックスさんとスローキーのコラボアイテムとして販売がされてます。トルク管理を非常に楽にしてくれる製品です。話を戻しまして、最大トルクは25ニュートンとのこと。ドライバーですから私はかけたって10ニュートンくらいかと思いますので、十分な性能だと感じてます。
さて、アネックスのラチェットドライバー、ネガとしては短いビットが使えないことを挙げます。両頭ビットとかトーションビットと言われるもの向けな設計となってまして、ホルダー部分にはかなりの深さがございます。試しに 50mm のビットを入れてみたのがこちら。先がほんのわずかに出てるだけで使えるには使えるんすけど、素手でビット外すことは絶望的。25mm ビットなんか入れようものなら回収不可となる可能性もございます。ご留意をいただきたいポイントとなってます。アネックスのナンバー397、個人的には持ってるものの中では私の使い方にマッチしてると感じてまして、とてもお気に入りです。アネックスさんはさらに小さなスタッピタイプや T 型もラインナップにございます。気になりましたら手に取られてみてください。最後に紹介しますのがスナップオンのラチェットドライバー。一時期というか今もかな、とても流行っている製品です。私も昔使っていました。なぜ今持っていないのにこれを紹介するかと言いますと、とてもおすすめな部分がありまして、切り替えダイヤルの向きが素晴らしいんです。今まで紹介した3社とダイヤル操作の向きが逆方向となってます。これの何がいいかと言いますと、レバーを間違って触ってしまう誤操作が起きにくいんです。例えとしてアネックスと比べたのがこちら。アネックスの方はさすがに大げさにやっていますが、このように操作したくないのにダイヤルを切り替えてしまうことがございます。対してスナップオンはダイヤル触ってしまったとしても、すでにドンついてる側ですから切り替わってしまうことはありません。これとても些細なことなんですけど、製品によってはこのダイヤル誤操作問題はナーバスになってしまう大問題になることがありまして、私はこれのせいで使わなくなった道具がいくつかございます。誤操作問題にお悩みの方はスナップオン製ぜひ検討されてみてください。スナップオンはこれに組み合わせるスピーダーシャンクなどもラインナップがされてまして、汎用性は抜群。さらに面白い道具に変身することができます。値段だけ厄介ですけどね。他社品が下手したら10本は買えてしまうお値段。おすすめを聞かれた時にあげる道具ではありますが、この値段の正当性は上手に説明することはできません。まあしかし良い道具だと思っています。見かけたら手に取られてみていただきたいです。紹介してまいりましたラチェットドライバー、完璧な道具ではないと思っています。可動部分の多さからどうしたって遊びは出ますので、ネガを感じることもございます。しかしラチェドラが作業を楽にする場面というのは多く存在しています。紹介しました以外にも様々メーカーから発売がされています。興味ございましたら手に取られてみてください。あのメーカーのこの製品がいいなどおすすめもございましたらぜひ教えていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。